今日はモルディブ旅行4回目の夫婦がモルディブ旅行前日のパッキングを紹介しようと思います。はいどうも、サラリーマンを辞めて夫婦で世界旅行しているゼオです。すみです。僕たちのチャンネルでは一生に一度は行ってみたいっていう絶景を全て回ることを目標に世界各国の絶景をお届けしております。今日のテーマは地球3周した夫婦。モルディブ旅行はこれでなんと4回目の夫婦がモルディブ前日のパッキングの様子をお届けしたいと思います。ついに来ましたついにモルディブですね。モルディブです。大好きです4回目ってやばくない？ 4回目はやばいね。あんまり見たことはないね。見たことないよね。今回はパッキングの中でもリゾート特化のパッキングをお届けしようと思っていて、タイトルにある通りモルディブはもちろんですけども、ハワイとかフィリピンとかバリとか、いろんなねビーチバケーションこれから行くぞって方々向けにぜひともね参考になるような、僕たちも地球3周して何回もパッキングして今に至ってるので、ぜひともねいいね保存で後から見返せるようにしておいてください。まず本題のモルディブについてなんですけども、モルディブってどんなとこじゃい、なんでこんな俺らはしゃいでんのって分かんない方いらっしゃると思うんで、まずはねモルディブの概要についておさらいしていこうと思います。モルディブはインド洋に浮かぶ300以上の島々からなる国で、100個以上のリゾートが一つの島に一つあるワンアイランドワンリゾートっていう地球上でもここにしかない仕組みを取り入れている国なんだよね。特にモルディブで日本人に大人気なのがオールインクルーシブっていうプランで、飛行機やホテル代金だけではなく宿泊している間のレストランでの飲食やバーでのアルコール、シュノーケルやサンセットドルフィンツアーなんかのアクティビティも一つのパッケージに入っていて、島にいる間財布を開く必要がないっていうプランが現実世界から離れて最高に天国な気持ちを味わうことができます。過去にこのチャンネルでもモルディブの1週間の旅行を一つの動画にまとめたモルディブ Vlog ってものを出していて、なんと30万再生、僕たちのチャンネルではかなりトップクラスでも、本当にモルディブの旅行とともにこのチャンネルが育っていっているという、言っても過言ではないぐらいの人気コンテンツになっています。で、詳細はねまずそのモルディブ Vlog っていうのを見ていただきたいんですけれども、さらにツアーどこから予約しましたかとか、総額いくらかかりましたかとか、モルディブってどういうとこなんですかっていうところの Q&A にお答えした動画もあるので、それもそれで動画を出してますので、気になる方はチェックしてみてください。で、さらに、これからじゃあモルディブ行くぞって思われてる方に向けて、ハネムーン前日、多分不安になられて、何持っていったらいいんだろうモルディブわかんないって思われてる方向けに今日のパッキングの動画を紹介していこうと思います。これね僕たちも経験あるんですけども、本当にハネムーンの時って失敗したくないじゃないですか。だから急にね、やべえなんかあれ必要な気がするっつって買いに行ったり、Amazon でポチったり、明日届けみたいな。確かに。でめちゃくちゃ焦っていろいろパッキングしてこれ持ってくかな、いらねえかなみたいな、充電これもしなきゃみたいな、もうオールになったりとかして寝不足になったりするじゃないですか。私よく寝るけどね。実際、モルディブって他のリゾートは違う独特の仕組みとか、あと独特なレンタルしてくれるものとかいろいろあるんで、そういったものを含めて今日は紹介していこうと思います。すみちゃんは今回4回目のモルディブってことで、意気込みの方はいかがでしょうか？そうだね、今回はマンタと一緒に泳ぐっていうのが目的でモルディブ行くんですけど、なのでマンタに泳ぎで勝ちたい。とんでもないこと言ってるはい、ということで早速モルディブ4回目の夫婦のパッキング見ていきましょう。まず普通の海外旅行のベースとなるパッキングでポイントいくつか紹介したいなっていうところと、あとは当然リゾート今回特化なので、水着とかシュノーケルとかどんな感じのグッズを持っていくかで、3つ目に水中カメラ系、カメラ機材ってどういうの持っていくといいのかなっていうところを今回紹介しようと思います。じゃあまず海外旅行全般、リゾートバケーション全般の基本の持ち物をすみちゃんの方からお願いいたします。はい、これはモルディブに限らず結構どの旅行でもマストアイテムになると思うんですけど、まず1つ目、薬類です。ちょっといいですか？このすみちゃん独特の独特のジップロックパッキング。ジップロックパッキングで、私は、飲み薬と塗り薬で薬類持ってってます。はい、こちらです。胃薬、風邪薬、ロキソニン、酔い止めが入ってます。モルディブの場合だとオールインクルーシブっていうプランで食べ飲み放題になるので、確かに日本で普段食事してる多分キャパの倍ぐらい確かに食べちゃうから、
胃薬はもう私たち毎日胃薬飲むようにしてます確かにね。ね。朝食もまずビュッフェうんで、これは皆さん普通のホテルで経験あると思うんですけど、昼食も食べ放題で、そうそうディナーも食べ放題っていうパターンなんで、うん3食まず1日で食べ過ぎちゃう、そうそうそほんで2日目に気づくまたビュッフェ来るのそう死ぬやんこれみたいな。う。しかもさ、毎日新しいメニューが来るからそうまた同じ量取っちゃうっていうそう無限ループにはまります。だから1日目が例えば、ヨーロピアンディナーだったとしたら、2日目はアジアンディナーとかに変えてくれるんだけど、その反面それつらをちゃんと僕ら消化したいからだから毎日お腹腹痛予防のため、胃の調子をこう整えるために胃薬を飲んでるっていう感じですね、これ結構お腹痛くなるんで本当に飲んだ方がいいです、これはあとは、モルディブ以外のリゾートだとバリとかでいわゆるバリッパラとかなったりとかするので、バリの食べ物とかで結構ね、生水で野菜洗ったりとか、サラダ食べたりとかそういうので当たったりっていうのでお腹壊す方もいるんで、そういう意味だと、他のリゾートでもこの胃薬っていうのは持ってった方がいいかなと思います、酔い止めなんですけど、これはこう行き帰りの飛行機もそうですし、あとモルディブのオールインクルーシブプランの中によくサンセットクルージングとかドルフィンクルージングって含まれてるんですよ。その船ってやっぱり普段船私だとあまり乗り慣れてないので酔っちゃうこともあるので、必ず酔い止めを飲むようにしてます。なんかさ、海めっちゃ泳ぐじゃん、これモルディブに限らずそれこそバリとか、ハワイとかもそうなんだけど、沖に出てシュノーケルするとさ、海酔いみたいなのするよね。する、船酔いもするけど、なんか陸に上がった後なんか揺れてる感覚みたいな、するそう、だから普段結構乗り物酔いとかあんまりしない人でも海酔いが結構来るんで、そういう意味でもね酔い止め持っといた方がいいかなと思います、あとロキソニンもめちゃくちゃマストで、食べ過ぎてお腹が痛くなった時もそうだし、あと結構こう移動の疲れとかやっぱりこう朝から晩まで全力で遊ぶから頭痛くなったりするんですよ、その時にロキソニンは必須なのでロキソニンも持っていくようにしてます。ロキソニンはね本当に何かあった時のための予防策みたいな感じでね、確かにもう腹が痛い、気分が悪い、風邪っぽい、もうそういうのをねとりあえずロキソニンで暫定対処、もう旅の思い出だけはなんとかしたみたいな時にもうめちゃくちゃ役立つんで、あとロキソニンは、女性の方特有の生理痛とかにもいいので結構常備しておくとおすすめです。で今回はここで持ってってないんですけど、東南アジアとかだと結構いろんな虫がいて蚊とかブヨとか刺されたりするので、虫除けは持ってった方がいいです、そうだね。モルディブ自体は、島の中って虫結構駆除してくれてるんで、あんまり蚊とかに刺されたりっていう経験はないので、そんなこうジャングルに入るつもりみたいな、蚊に刺されるぞみたいな感覚はなくていいかな、基本はあんまりないかなって感じかな、確かにそのバリと行った時とかフィリピン行った時とかは蚊とかに気をつけたり、虫除けと虫刺されの無比とか、無比とか、もう持っていったのが無難かなと思います、次は日焼け止めです。ビーチはね、モルディブはすごい日差しが強いので日焼け止めはマジで必須です。で私はだいたい2,3 本ぐらい毎日結構こまめに塗り直すので 2,3 本持っていくようにしていて、であと気をつけてるのがサンゴに優しい日焼け止めを選ぶようにしてます。よく記載されているのがリーフフレンドリーとか、あとオーシャンフレンドリーって記載があるものを選ぶようにして持ってってます。であとはスキンケアです。コメントで質問いただくんですけど、なんかスキンケアどうやって持ってってますかみたいな、ちょっとお披露目しようと思います。私は小分けとかしないタイプで、このまんま原品を持っていく派です。もうこういうのを大きいバッグに入れてまとめて持ってってます。注意なのが、例えばこの化粧水だと 285ml あるんですよ。これは必ずスーツケースの中に入れて持ってってください。機内持ち込みは 100ml 以下じゃないと持ち込めないので、必ず液体類 100ml 超えてしまうものはスーツケースに入れて持ってってください。なんか結構さ盲点なのが
さ、うん機内で乾燥するから、ん化粧水ちょっと帰りはこれで機内持って帰ろうみたいな、うんうんと歯磨き粉もたまに、歯磨き粉もそうだね、そうそうそう 100ml 超える場合はこれね機内で歯磨きしようと思って持っていっちゃうと、没収とか廃そう棄そうそうされちゃうんで、そこはね注意が必要かなと、じゃあ続いてワンピース類です。これもよくどんなワンピース持ってってますかって質問来るので、今回私が持ってくワンピースを見せようと思います。確かにすみちゃんワンピースマスターですからね。ワンピースマスターですよ。今回私は5着、ちなみに世界旅行の時は基本2着、2着世界旅行中は2着、のワンピースを着て、あと帽子かぶったりかぶんなかったりとかしてそうそうそうバリエーション出したバリエーション感じで3年間やってたって感じで今回は1週間日本から行って帰るっていうので、多めで、いろいろ衣装チェンジできるように多めに持ってきます。リゾート系はリゾートワンピマストです。やっぱりこう現地に合った服装をしないと全然映えなくなっちゃうので、必ず持ってった方がいいです。あと例えばモルディブだったら、今回私たちはフォーシーズンズに泊まるんですけど、実際行ってみてなんかあれ黒のが良かったかもとか白のが良かったかもってならないように、ちょっといくつか今回レパートリーを持ってきます。まずこれがもう必ず着てるそうだね、すみちゃんの代名詞真っ白のワンピースです、うん、今回泊まるビラが結構こう白を基調とした内装なんですよ。なんで必ず白は持ってきます。あとこれ黒サンセットディナーみたいな時に着たいなと思って黒を持ってきます。基本的に全部こう肩を覆う系のワンピースじゃなくてキャミソールタイプのワンピースです。肩ちゃんと出す系です。なんか私は肩出さないとなんか太って見えるんですよ。なんかそのブランドとかみんな知りたいと思うから、確かにすみちゃんの確かにお気にたちのブランドお気にたちの、ちょっとこれ何だったかな、ZOZO タウンで買ったんですけどちょっとなんか記載しときますねここ可愛いんですよ、すごい。これなんかお気に入りのブランドなんだ。そう、なんか ZOZO で見つけて、あ、そうなんだ。実店舗行ったことないんだけど、はいはい、あるかわかんないけど、じゃあなんかこれ編集貼りますか。これここすっごい可愛い、しかも全然高くない。いいね。これすっごい世界旅行で来ても頑丈、結構着てたよね。イタリアのアルプス地帯でも着てたよねそうそう、このワンピ高見えでおすすめです、はいはいはい、このメーカーブランドで。あと私の代名詞、この真っ白、真っ白ワンピはトゥーザシーハワイっていうブランドなんですけど、なんとここなくなりました残念だ。しかもね、ほとんどトゥーザシーハワイのワンピースなんですよ。これとこれね、この3着トゥーザシーハワイなんですよ復活しませんかいや本当よね本当服ってさ、本当履かないよね。履かない。わかる。最後、これフィジーのディナーでも着たはいはい、ワンピースなんですけど、韓国でも着てました、ね、韓国でも着ました、なんですけど、これは、フランスのザラで買いました。確かにフランスのザラ結構おしゃれだったね。そう、すごくおしゃれで、やっぱこうドレッシーなワンピースが多くて、すごい良かったです。そういう意味だと海外でフランスとかヨーロッパとかで行く方は日本で買わずに現地のザラ行って買うっていう手段も、結構おすすめ。いい、全然置いてるの違う、日本と。そう、今回はリゾート特化って話だけど、現地で買えるような、ハワイとかもショッピングいろいろできたり、もちろんフランスヨーロッパももちろんできるし、アジアの中で香港とか、買い物がいろいろドバイとかもできるところはあんまりたくさん持ってかずに現地で買って現地に合ったテイストを着るっていうのは結構ね楽しいから、そういうのもねおすすめです。いや確かにそれめちゃくちゃおすすめ。次は帽子類です、もう日差しが強いので帽子はマストですし、あとこう先ほどのこうワンピースとかに合わせてこうコーディネートするために帽子は何個か持ってきます。麦わら帽子が2つ、これがいつもかぶってる方。そうです、これがいつもかぶってて、こちらが新入りです、H&M で買いました。いや全然なんか、そうこれ高見えじゃない？立派そう。高見え、かわいい。これ、これ H&M なの？そう、これ500円ぐらいで買ったんですよ、全然見えない500円ぐらいでご購入させていただきました、サマーセールで。これは楽天で1700円ぐらいで買いました。それ見たことある、ハワイでかぶってるやつね。そう、これめっちゃいいです。こちらはちょっと系統違うんですけど、マウジーのハットなんですけど、こういうハットが1個あるとこうアクセントが出て、そうだね、似合うね。ちょっとこうまた雰囲気が、レギンスとかに合わせたりしても良きです、それ結構スミはこう北欧の旅の時とかよくかぶってたね。そう、イタリアのドロミテでもよくかぶってたし、これはハイキングとかにもいい。そうだね、ハイキングでもかぶってたし、さっきのワンピースと一緒にかぶってたりとかして、そう、バリエーションもね出してたよね。
小物1個あるだけで全然違います、うん、これは機内とかにかぶる僕もおそろを今回おそろでおそろです。おそろのカルバンくらいの帽子でモルディ向かおうかなって。これかわいいよね。これかわいいよね。わかる。これお気に入りです。一応僕のも紹介しようと思うんですけども、僕はね基本的に、ハットとキャップかぶるんですけど、これ可愛いでしょ。これねウェンズデーとコラボのやつで、これカシラですね。カシラさんのこう手のワッペンがこうついてるはい、かわいい。アダムスファミリーのウェンズデーのコラボと、こいつも僕今かぶってるやつもこいつもカシラですね。これハンドメイドで世界で1点しかないっていうことで持ってきます。こいつはねちょっと高級なんですけど汚れても大丈夫、もうすでに汚れてるのでリゾートとかでも大丈夫でしょうっていう感じ。あとはこいつらアンブッシュですね。僕大好きアンブッシュのいつもかぶってるハットとアンブッシュのキャップっていう感じで、こいつも結構なんていうのかな、雑多に使って OK みたいな感じの作りなので、リゾートとか世界中どこでもこいつらは持っていきました。でモルディブ旅行でハネムーン服何着持ってくのって気になる方いると思うんですけども、モルディブ旅行に関してはもうちゃんと日数分のさらにこう余剰分も含めて持ってってください。でこれ、例えばハワイとか、ヨーロッパとか結構街に関してはコインランドリー使えるんで、少ない洋服の枚数でも洗って着回せたり、最悪ショッピングできたりっていうのができるんですけども、モルディブに関しては本当にビラに一応その洗濯サービスっていうのがついてるんですけども、結構1枚 T シャツ1枚500円とか1000円とかそう高いの、で例えば2人分を3日分とか洗濯すると1万円とかかかったりとかするんで、モルディブはね基本夏服で OK なんでそんなにかさばらないっていうことなので T シャツ多めに持ってったり、パンツ多めに持ってったり水着も多めに持ってったりっていう感じで、日数よりちょい多めで持っていくっていうのが一つポイントになるかなと思います、ここまでがだいたい基礎的なリゾートの持ち物の、ベースっていう感じになってきて、この後リゾートに関しての水着とかシュノーケルセットとかを紹介しようと思います。ここで旅の必須アイテムに関するお知らせです。海外旅行で心配なこととして、クレジットカード情報や個人情報を盗まれて不正利用されることってないんですかっていう質問があるんだけど、残念ながら実際にそういう事例はあります。特に要注意なのがカフェや空港で無料で使える Wi-Fi、 ホテルの予約や航空券を購入するときに自分のクレジットカード情報やパスワードを入力すると思うんだけど、そのネットが安全なものではなくハッカーが仕掛けた偽物の罠の Wi-Fi っていうパターンがあるんです。そんな時この NordVPN があなたを救ってくれます。 NordVPN はあなたのクレジットカード情報やパスワード情報を他の人に見えないようにする仕組み。旅行中はもちろん出張で海外に行くサラリーマンも絶対機密情報が社外に漏れることは避けたいよね。使い方も超簡単で動作もサクサク、対応している国も業界トップレベルで多いです。価格もワンコインで使え、30日間返金保証も今ならついてるので次回の旅行で試してみてください。概要欄にゼオギョの冒険専用のクーポンコードも貼っておくので、気になる人はお得に旅の安心を実感してみてください。じゃあ水着からいきます、はい、こちらのまたもやジップロックに入れてます。はい、ジップロックに入れると本当に昔は布袋とか、そうおしゃれなね、そうおしゃれな布に入れてたんですけど、見てください。中が見づらくてもう引っ張り出さないと中身わかんないってことで全部今ジップロックにしてます。今回私は4着持ってきます。今回、持ってくのはよく水着もブランド聞かれるので、そうだ、水着のブランド俺の方まで DM 来てすみこさんの水着のブランド教えてくださいみたいな、やっぱみんな気になるんだろうね。可愛いもんね。こちらがアリシアスタンっていう水着のブランドのものになります。今回買い足したのもこちらもアリシアスタンの水着です。可愛いよね、アリこれシアスタンは。すっごい可愛い、これなんか手書きでデザインされてるらしくて、ほんと唯一無二の柄で他にはないので、柄物がやっぱりこう私は無地より買いたくなっちゃいます。あとこの白ですね。白は鉄板でどこでも合うというか、いいので今回白も持ってきます。でこれは今回 ZOZO タウンで買いました。いくら3000円じゃなかった？リーズナブル。これリーズナブルです。ね、めちゃくちゃ。これはなんとフル株です。新婚旅行から来てます。この水着は三愛水着っていう結構こう日本の昔からあるブランドさんで買いました。そう上下で1万5000円ぐらいだったかな。本当に多分質が良くて全くよれない。4着持ってくんですけど結局着るのは大体2着ぐらいで、なんか着
ていくうちにこのリゾートには例えば白合うなってなったらベース白着ます。だけど毎日着てると衛生的にもあれなので、だいたい2着で交互に着ていくような感じになります。確かに、結構3着ぐらい持ってくんだけど、結局着るのね2着だけなんで、そうお気に入りの2着だけだから。そうなの。もうね水着は2着ってね、紙でプリントして壁紙とかに貼っといてください。壁とかに水着は2着。水着は2着。そう、それ以上は着ないから安心してくださいっていう感じで。これメモですね。メモです。これメモです。じゃあ男性側の水着どういうのがおすすめかっていう説明します。で、僕はね、まず1枚めっちゃ気に入ってんのがこうディーゼルのやつです。これめちゃくちゃしっかりしてて、で男性の水着で大事なポイントってポッケついてるかどうかは僕結構大事だと思うんですよ。なるほどね。ポッケがねない水着って結構あるんですけど、ポッケあるやつだと例えばそのモルディブのリゾートの中をずっとその水着と、あとはタンクトップとかで過ごしたりっていうのも普通にできる。スマホをポッケ入れたり、そう鍵をポッケ入れたりっていう。確かにそれいい。逆にポッケないと結構もう手で持っとかないといけないから。そうだよね。なので僕も絶対そのポッケあるかどうかっていうのは見てます。こっち結構デザインもシンプルだしちょっと上品、かっこいい。でもう一個リゾート系で鉄板のブランドがルーカです、RVCA って書いてルーカって読むんですけども、こいつはリゾートメーカーとしてはすごい有名で、品質もすごいいいし、ストリートブランドとしてもデザインすごいかっこいいんで、なんかこうかっこいい水着欲しいなって方はルーカ、渋谷とかに店舗があるんで、かっこいいかつ本格的なやつが置いてるから、僕は結構探しに行くときはまずルーカ見に行ったりとかしてます。こうルーカってさ、手に取りやすい値段だよね。そう、値段は確かにそう。さっきのディーゼルのやつは2万円とかなんだけど、ルーカは数千円の範囲だって、5000円とか、1万円は確かしなかった気するんで、結構値段もリーズナブルかなっていう感じですね。次はじゃーん、シュノーケルセットです。私たちはマイマスクを持ってモルディブに行くんですけど、私はシュノーケルのマスクとこのフィンを持っていきます。やっぱり水中撮影をする上でマスクとフィンの色の統一感があった方がすごく映えるんですよ。ガルっていうシュノーケルブランドのものを使ってて、なんかモルディブって基本的に水上ビラに人数分のフィン貸してくれるんですよ、置いててくれるんで、それ履いて海に飛び込むっていうか、周りを泳ぐことができて、でスミちゃんはコーディネート的に全部白のグッズで揃えるっていうことで、水中で撮影してもすごい映える感じで、かつやっぱり自分のフィン持ってた方が泳ぎも安定するから持ってきますっていう感じ。ガルのミューっていうフィンです、僕はフィン持たないんですけど、フィンって便利は便利なんですけど、結構幅取るんで、そうご覧の通り、なんで持ってかないはね結構一長一短、なんですけど、こっちのマスクの方はコンパクトだし、これ結構あると沖の方を泳ぎったりとか、それこそマンタ目の前にした時ぶっちゃけめちゃくちゃ怖いんで、落ち着いた状態で行きたいんで、こんな開けてるから、このマスクは自分のやつっていう感じでバランス取って持っていくっていう感じで揃えております。次はラッシュガードなんですけど、今回はマンタを見に行くということで、マンタの大群が現れるところにはプランクトンがたくさんあるんですよ。プランクトンが回復するということで、今回ラッシュガードを新調しました。今回私が買ったラッシュガードこちらです。じゃーん、可愛くないですか？これはゼクシーミックスっていう韓国のヨガウェアブランドで、そこからラッシュガードもできたので買ってみました。めっちゃ可愛くて着るの超楽しみです。この色のヨガウェア似合ってる。そう、これ好き。僕のは、さっきと同じブランドのルーカになります。これはねピチッとした感じの、薄いんだけどすごい丈夫っていう感じのそうだね、ラッシュガードになってきます。今回はそのプランクトンのかゆみ予防のためなんですけど、あとクラゲですね、クラゲが多い地域とかも結構あったりするので、なんかね、クラゲってでっかいクラゲももちろん危ないんだけど、ちっちゃいチクチクするやつとかいるんですよ。そういうのをね避けるために1枚こういうの持っていくと結構安心。これモルディブも前回あったよね、ちっちゃいクラゲがちょこちょこ浮いてるみたいな。でやっぱ1日目潜ってクラゲが嫌だってなっ
て、うんそのまま2日目素肌で泳ぐのってやっぱ嫌なんで、ちょっとねそう、うんで2日目はラッシュガード着るとかそういう対策ができるんでね、結構ねあるとね嬉しい、うん安心感はあるかなと思います、やっぱメンズは黒がいいね。そうだね、黒いガン見たことないね、個人的な意見もあるかもしれないけど、うんたまに柄とかあとフードついてる、うんうんうんジップついてフードついてるラッシュガードはあれあんま海外でねあんま着ない方がいい、なんかちょっとねアジア人っぽい感じがしてアジア人感満載だよ。だからこれはジップついてるんだけどフードついてるタイプ、うんでちょっとブカブカしたやつそう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 。はパーカあんまりーみたいな。個人的にはあんまり海外ではおすすめしないかなっていう、もうパチッとした感じのそうそうそう。やつが海外っぽくて、かっこいいかなって感じかなと思います、じゃあラストがカメラ類、リゾート特化のカメラ類何持っていきますかっていう感じなんですけども、もついについに来ました何でもかんでもついにはいついに来ましたようやく僕が大好きなパターン確かに確かにもうじっとしてたんだ今日は、はい、確かについちゃんがね、水着の話してももうずっとじーっとしてる珍しくね、ついに来ましたついに来ましカメラのた。話ゼオターン来ました。まず僕たちの映像を普段見てくださってる方、カメラ水中カメラってこれ何で撮ってんですか GoPro ですかって聞かれるんですけども、僕たちが水中で使ってるカメラっていうのがでかっ。これカメラではなくハウジングっていうやつですね。これちょっとカバー取ると、あーそうだね。はい、ここにねこうパカッとこう開いて、うミラーレス一眼をうん入れて、これを水中でこう撮る、パシャパシャうんで写真ももちろん撮れるし映像も撮れるっていう感じで、こいつで撮ってるので僕たちの水中映像、直近だったのフィジーとかフィジー、あったもうめちゃくちゃターコイズブルーのうんうん色味が出るっていう感じがこいつのおかげです。こいつがシーフロックっていうブランドで割と手軽に僕みたいな初心者とかでもプロみたいなクオリティで撮れるっていうハウジングになります。なんかスミちゃんの時間と比べて俺の紹介ってニーズあんのかなって心配になってくるんだけどこれのブランドがシーフロックこの情報誰が欲しいんやろっていやコメント来てるよね結構。水中何で撮ってますか確かにこういう真相はこれです。あとアクションカメラですね、いわゆる GoPro とかなんかとりあえず撮りたいっていう方は、そのさっきのハウジングまでは嫌だっていう方は僕が次のおすすめというか一番おすすめか一番おすすめなのが GoPro になります、で GoPro 以外にもいろんなアクションカメラってあるんですよ。こういうやつとかもいろいろ種類あるんですけど、 GoPro はですね8倍スローが撮れるんで、その水中ってね結構こう浮いたり沈んだりしても多分撮ったことある人分かると思うんですけど、どこっつって、もうどこ撮ってるか分かんないみたいな、水中わちゃわちゃって撮れてる映像とか見たことあると思うんですけど、8倍スローにするとあんまり手ぶれない、ぶれないんで水中そんなに不安定な状態でも8倍スローにしちゃえば結構安定するっていう効果が得られるので、そういう意味で GoPro はおすすめです、ちなみに GoPro を持っていくっていう方、それこそモルディブとか他のハネムーンとかの方は、GoPro って電池ねめっちゃすぐ切れるんで、予備のバッテリー、1つもしくは2つ買っておくと安心です。本当にねすぐ GoPro 電池切れます。 GoPro の電池のポイントがサードパーティー製なので安いやつ売ってるんですよ、Amazon。 それは買っちゃダメです。壊れます。なんかね水中とかでよくあるのが電源入んないとか、急に落ちるとかきつくない？水中で。うわマンタだ撮りたいってなっても落ちてるそれきついね。なんで必ずちょっと高いんですけど GoPro オフィシャルの予備電池を買ってください、はいっていうのはねまずポイントです。で、これ8倍スローできるって言ったんですけど、それって編集とかが必要になったりとか、そういうのも必要なので、それもしたくないっていう方はおすすめなのがこいつです。こいつはインスタ360エースプロっていう機種で、特徴的なのがこのパカリンチョっていう風に、ディスプレイがこう自分の方向いてくれるんですよっていう感じで、こうパカリンチョっていう風に自分の方向いてくれるんで、これは普通にトラベル的なこういう使い方もすごい便利だし、水中も画面がでかいんで、どこ映してるかも一目瞭然なんですよ、さっきのこの GoPro とかと比べるとディスプレイのサイズが全然違うんで、このエースプロっていうやつは初心者向けというか、お手軽にいい映像を撮りたいって方はこのエースプロってやつがめちゃくちゃおすすめです、いや私結構エースプロ好き。これね色味もめっちゃいいんです。いい、海の色味がすっごい綺麗、そうね、こいつはですねアクションカメラなのに、
ライカっていう高級カメラのレンズを積んでるんで暗いところも強いんですよ。なので GoPro よりも水中のね少しこう日が入んないところとかが強いっていう感じでございます、結構ねおすすめなんで、こいつはね概要欄にリンク貼っておくのでぜひね気になる方はそこから買ってみてください、ちなみに僕のリンクから買うと業界で一番安い。すごい。ゼオリンクあるんで、はい、わー僕の、ね、最高。熱のこもったリンクあるんで、はい、ホットなリンクあるんで、あるんで気になる方はそっちをチェックしてみてください。で今回さらにこいつですね。こいつはインスタ360の X4 っていうやつでいわゆる360度カメラになります、こいつをかざすともう画角とか関係なく、この空間全部が撮れているっていうカメラになっています。でこいつをですねなんとこいつ水中用のハウジングっていうやつがありますので、この水中用のハウジングをこいつにつけると水中の中で360度撮影できるってことで、これはいいね。さっきそう説明した GoPro とかで水中撮ったことある人ってもうごっちゃごちゃなってる、もうわーってなってる映像と経験ある。そう経験絶対あると思うんですけどこいつだったらもう空間全てが撮れてるんで、やばー。手ぶれという存在がないんですよ。手ぶれという概念がないので素晴らしい。超初心者向けじゃない。超初心者、ね、だから一番いいかもしれない、しかもさ、マンタってこうぐるぐるするじゃん。そうなんですよ。そのマンタさんたちが映るってこと？そう360度。そうすごいじゃん。そうなんですよ。これそう撮り方もすごい楽で、さっきの GoPro 持ってたGoPro 持って撮った場合ってマンタだもうこれ水中でやるのって超大変なんで大変、そうだよってでなんか自分も撮りたいけどもう違うそういう時代終わってんでこれはこう以上これで全部撮れてるんでこっちも撮れてるしあっちも撮れてるし上にマンタさんがいても下にマンタさんがいても全部撮れてます、素晴らしい。はいだからじゃあ持ち方はこうだね。もうこう前にこうそうカメラみたいにこの首クッてする人いるんですけど垂直に持つのがいいです、はい、これ1本持ってるといろんなね撮り方もできるんでこれねは水中以外もめちゃくちゃおすすめで、この前フィジーで登場したカメラ分回しねとかも撮れるし、あとは超長い棒を使ったドローンっぽいショットも撮れたりとか、そういうこともいろいろできるんでインスタ360の X4 ってやつも超おすすめ、もしかしてこれもホットリンクあります？ありますあります。ゼオリンクがあるので、はい、ゼオリンクありますか？業界で一番安いゼオリンクがあるのでもしね興味持った方はそのリンクから買ってもらえると、一番安く買えるっていう感じでございます、はい、じゃあ最後一つ Tips なんですけど、モルディブの島の中はですねハワイみたいなショッピングモールとかないので今日お伝えしたグッズたちは全部持ってった方がいいです、よくこうハワイとかだと現地調達できたりするんですけど基本モルディブは現地調達できないので必ず今日お伝えしたマストのものとかは絶対持ってってください。あとお土産も島の中ではなんかブティックみたいなものしかないからお土産を買うっていう感じじゃないんですよ。なんでこうお菓子とか家族にお土産買いたいって方はトランジットの国でお土産買うのがおすすめです。私たちだと日本からスリランカ経由でモルディブ行ってるんですけど、そのスリランカの空港内でお土産を買うことが多かったです、そうだね。結構、ご飯とかもそうだけど、スーパーもないんで結構オールインクルーシブを選ばずに自分でご飯調達しますっていう方は、スーパーとか全くないんで結局レストランで食べるしかないんで、なんか例えばカップラーメンとか持ってってる人とかも日本から行ったり、節約のために、朝はついてるからなんか昼の分のカップラーメン持ってったりみたいな人はいたりとか、いたりね、現地ではねそういうのはちょっと買えないんでそこだけご留意くださいって、インスタの方で質問募集した時に機内にどんなバッグ持ち込んでますかって質問があったので回答しようと思うんですけど、結構こう大きめのバッグを持ち込んでて、ちょっと今回こちら新入りなんですけどメゾンデサブレっていうブランドのバッグを私は今回持ち込みます。これねすっごい容量入るんで、私あとパソコンとか
か、あと機内のちょっとスキンケアとかをこの中に入れていきます。でゼオさんが、僕はいつもおなじみのルーカのベカガマ口がすごいいいのが、もちろんこの船の上とかにシュノーケルする時とかも防水の素材なんで全然いいですし、このガマ口なんでここに電源タップを全部丸ごと入れるんですよ。そうすると空港で例えば待ってる間、コンセント挿してそこからいろんな充電器取り出して充電したりとか、あとは機内に持ち込むスリッパとかしまいたいもう全部ここにぶち込むみたいなまあ早速もうぶち込んでるんですけど、はい、っていうのがこう出し入れしやすいんで、そういったものをねここに入れてます。こんな感じで結構お互い大きいの持ち込んでます。はい、ということで今日は地球3周目モルディブ旅行4回目の夫婦がリゾートに持っていくべきパッキングの内容を紹介いたしました。この動画が参考になった方はいいね登録で応援してください。そしてゼオ家ではメンバー登録の方をお願いいたします。もうゼオ家のね動画楽しみに待ってる、ゼオ家の動画頑張れっていう方はぜひメンバー登録で応援してください。それでは次の旅でお会いしましょう。人生は自己実現と家族孝行、ゼオ家の冒険は続く。